こんにちは、レイウッド開発の K です。今回からですね、ちょっと新しい時間を作りました。リトル RC タイムです。なんじゃそりゃって感じだと思うんですけど、ですね、ちょっと緩めの動画になります。最初なんでちょっと説明をさせていただきたいんですけど、普段の動画、商品の説明だったりとか、使い方だったりとか、そういう動画多いと思うんですけれども、僕がやる動画ですね。で、その中で、一個人として、趣味を楽しむみたいな、そういう動画少ないんじゃないみたいな話が最近あって、確かにっていうことで、もう、この、リトル RC タイムは、僕はもうラジコンが生まれつき好きなんで、で、いじるのもちろん好きです。で、いじりたいんですよ。いじりたいんですけど、なかなか好きなようにいじる時間みたいなのが意外となかったっていうのが、ここ2、3年ありまして、で、もうこのリトル RC タイムの時間は僕が好きなようにいじって、それを一応もうダダ撮りしてダダ流しするみたいな。もうそういう時間にしますので、一応そういう前提ですね。優しい目で見守ってくださいという動画になります。で、早速なんですけど、最初いじっていくのが何にしようかなと思ったんですけど、やっぱり、年明けたばっかりじゃないですか。で、今年ですね、何して遊ぼうみたいな。そういった中で、まず、こちら。以前からですね、ご要望も結構いただいていて、本当に全然お答えできてなくて、この要望だけじゃなくて、動画、皆さんから結構コメントいただくじゃないですか。で、そもそもコメントお返ししきれていないみたいな状況も半年前ぐらいからありまして。じゃあ、こんな動画撮らずにコメント返せよって話はちょっとすいません。置いといて何の話でしたっけ？そう、自分たちが楽しく遊んで、それを発信しなきゃダメじゃん、みたいな。ウッド社長が言ってたんですよ。そうだよなーというのがあって、ただ、そう言っても、普段の、例えば製品紹介とか、組み立ての仕方とか、ああいう動画って、どうしても、正直時間かかっちゃうんですよ。ある程度真面目にやらなきゃいけないじゃないですか。で、きっちりやらないと、せっかく見ていただいている方も、動画が30分なら30分あるのに、15分ぐらいのところで、ここでつまずきましたってなっちゃうと、もうそこから先進めなくなっちゃったりするっていう心配もあるので、結構、特に初心者の方向けに、しつこいぐらい丁寧にみたいな逆に言うと、中級者上級者の方はちょっとまどろっこしいかもしれないんですけど、基本的には大体どなたが見ても、わかるようにっていう前提でちょっとやってるんですよね。で、そういう動画ばっかりだと、やっぱり作るのに時間がかかってしまうので、このリトル RC タイムっていう、もうあえて新しいコーナーみたいな感じで作ったので、ちょっとこれはもう僕がもう好きなようにいじっていって、で、結構はしょりながらやっちゃいます。もうライトな動画みたいな。なので、どちらかというと、作業用動画みたいな感じです。作業用動画っていうのは、皆さんもラジコンいじったり、作業したりするじゃないですか。その時に、もうよかったらダダ流ししといてくださいね、みたいな。そういったようなノリでできればなと思ってますので、お願いします。で、これです。今回始めていくのは C64-1。C64-1 を、もうこんな状態からスタートすることになるとはっていう感じなんですけど、なんでこんな状態かっていうと、僕が今年ですね、その何して遊ぼうっていう中で、オーバーランド仕様のマシンをちょっと作りたいんですよ。一応理由としては、もうすぐこれが出ちゃうじゃないですか。MN の82の S。全然映ってない。これ。いや、これどかしちゃえ。これが出ちゃうじゃないですか。で、これも完全なるオーバーランド仕様ですよね。オーバーランド仕様っていうのは、ご存知の方も多いと思うんですけど、もう読んで字のごとくと言いますか。大陸横断とか大陸縦断とかに使われるような、もうオーストラリアを東の端から西の端まで旅するぜ、みたいな。で、もういろんなものをこういうところに積んで、満載してですね、もう何日もかけて大陸を横断するみたいな。
そういうようなジャンルを指すので、オーバーランド仕様とかって言うんですけど、なんか好きな人は見たことありますよね、こんなやつ。もう、こういうところにスペアタイヤなんか積んじゃって。これを、これがもうすぐ出ちゃうんで、ちょっとこれに対抗してですね、あえて、C64 の1でちょっと作っていこうかなっていうふうに考えてます。で、あとさっきちょっとお話ししてた、なかなかご質問にお答えができてないっていう中で、これを作りながらですね、ちょっとでもお答えしていけたらなっていうので、C64-1 にしたんですけど、で、それをですね、ちょっと新兵磯野に、なんか、僕長野じゃないですか。長野に住んでて、で、なんか東京の本社の方に、落ちてないって言って聞いたら、落ちてますよって言って、いくつかもうジャンクパーツまとめて送ってよって言ったら、その中にこれかわいそうですよね。これもう、本当にこの状態で入ってました。これ、おーと思って、こう、段ボール箱の中にいろいろぐしゃぐしゃって入ってたんですけど、その中からですね、これ、64の1あるじゃんと思って、こう引っ張り出したらですね、もうこの感じ。この感じで入ってたんですよ。で、まあでも、一応、フレームもありますし、もうこれ、ちょっと外しますか、ここは。今回ですね、メタルアップグレードパーツセットも、なかなかリクエストにお答えできてない C64-1 につけれますかみたいな。もちろんつけれるんですけどね。つけれますよっていう、ちょっとそれもお見せできるかなと思って、それもやりつつっていうのを考えてるので、まあ足回りもこのアクセルトラスがあるんで、サーボもありますし、まあなんとかなるんじゃないかなっていうので、ちょっとここからですね、作っていこうと思います。久々にこんなジャンク見ました。じゃあ、ちょっとやっぱりスタートここからっていうのを見せたかったんで、もうあえてこのままちょっと動画をスタートしたんですけど、とにかくシャーシを元に戻さないと、形にしないと始まらないので、ちょっとシャーシからですね、作っていこうと思います。で、このシャーシ作って、一応これに乗っけてみようかな。これ合うのかな？合わないですね。これ。C24 とか C14 の時代に作った乗せるやつなんで、これちょっと乗らないですね。むしろこっち向きの方が乗るかな。逆さまにして。乗らないですね。まあいいや。何を説明したかったかっていうと、これを一応形を戻すじゃないですか。ちょっとなんか、タイヤ置いとこう。こう、タイヤが、こう、前と後ろについて、で、これがこう乗りますよね。こう乗って、で、ちょっと後ろこれ、ジャンクなんで、荷台がないんですよ。荷台を、ちょっと、そのオーバーランド仕様みたいな感じで、これダブルキャブ、フロントドアとリアのドアがある、この2列シートのダブルキャブっていうやつですけど、これがですね、一応2台スペース。シングルキャブに比べたらダブルキャブなんで、ここのスペース、短いですけど、一応あるんで、ここをですね、このランクルの、ここ長いですよね、ここの2台スペース。これの、こんだけみたいな。これがシングルキャブ、ダブルキャブなんで、まあ、2台はこんな感じになりますよね。だから、ここだけ、移植とかはしないですけど、ちょっと作ろうかなと思ってるんですけど、ここだけ、ここにくっついてるみたいな。ちょっとそんなのを作ろうと思ってます。で、ウィンチもですね、一応つけるっていうのはやっていってみようかなと思ってます。じゃあ、まず、シャーシですね。シャーシを直します。まず修理からっすよね、これ。アームも、一応、あるんですよ。こっちに2本ついてるんで、フロントも4本ちゃんとあるんで、まあ、多分いけると思います。じゃ、ちょっとやっていってみようと思います。あと、ジャンク箱の中に、東京から届いたジャンク箱の中に、このブラザーズが入ってたんで、今回の、このビルドはですね、このブラザーズにも手伝ってもらいながら、やっていこうかなと思ってます。
しかし、あれですね。年が明けちゃいましたね。この動画が、年が明けて初めて撮影してる動画になります。なんか年末年始いっぱい動画上げたんですけど、皆さん気づいてましたあれは、年末年始休みに入る前に、頑張って準備しといて、で、連続してあげたっていう感じだったんですけど、まあ、あれがメインでしたけどね、イベント系のやつが、上級者向けの動画です。まあ、上級者ってあれですよ、ラジコン上級者っていうことじゃなくて、うちのチャンネル上級者ですね。必要なものは必要なちゃんとしたものは見ていただいて、もう見るものねえやみたいな、上級者の方によかったら見てくださいみたいな、ダラダラした動画なんで、まあ、見ていただいた方は、ありがとうございました。はい、じゃあ、今回、もうノーマルのアクスルは使わないので、もう完全にカスタム車両で作っていくんで、まあ、外しちゃいます。ただ、これは使えますよね。これ、アクセルトラス。で、メタルアップグレードパーツセット組み込んでいくんですけど、このリトル RC タイムの方では、ちょっとさすがにこれはもう組み立て済みで行かせていただきます。で、いやいや、そこ見たかったんだよっていうのが、もし特に C64 の1でメタルアップグレードパーツセット組み込むのに、そこ見たかったんだよっていう方は、これはどの車両も作り方一緒なんで、このアクセル。これは、その動画がありますので、もう伝説の超長い動画がで、それを見て組み立ててください。で、組み込みも基本一緒なんですけど、ちょっとそこは今回のこれのカスタムの動画の中でですね、今回のこの動画の中で、かいつまんでやっていきますので、そこは参考にしていただけると思います。ちょっとこれ、今日の撮影のために夕べ作っといたんですけど、ドーナツを付け忘れてますね、これ。これ皆さんどうしてます？僕いつも止めちゃうんですけど、ネジロック剤で。こうやって。なんか、結構ポコって取れちゃうこと多くないですか？なんで僕も、こうやってやって、でも、こうですね。これで全然取れなくなるんで、ただ、今みたいにちょびっとだけつけておくようにすれば、まあ、取りたいなと思った時は、その気になれば全然、こういう感じでグッてやれば、ポコって取れるんで、つけすぎは注意ですよ。まあ、ネジロック剤は本当どこにつけるにも、米粒ぐらいにしといてください。ごめんなさい。米粒でかい。ごま粒の本当に半分ぐらい。ちょびでいいですよ。それで十分効くんで。で、つけすぎると逆に外すときにめちゃくちゃ苦労する羽目になりますので、そこはご注意ください。これでリアアクセル OK ですね。ちょっと、これを置いときますか。雰囲気出しで。で、今回からちょっと新しい試みっていうほどではないですけど、前他の動画で紹介しましたけど、このオズモポケットか。これが本社から、東京の方からお下がりで配給していただけたんで、これを使って、こうか。こういう差し込み動画を入れてます。あれ、うまく撮れない。これ邪魔ですね。こうやってやって、これぐらいか。これで、こうやってやって、こうやって撮ると、ちょっと今から入れますね。こうなるんですよ。はい。なんか、アメリカのカスタム系の、アメリカの実写のカスタム系の動画みたいで、かっこいいなと思って、ちょっとやってみたかったっていうだけなんですけどね。多分、僕が飽きるまで、この、リトル RC タイムの方の動画では、この差し込みが、しばらくの間入ると思います。じゃあ、これも、基板も今回、使わずでいっちゃいます。
外してしまって、で、スイッチも取っちゃいますか。スイッチも取っちゃって、ここのスイッチのところのネジって、あれですよね。他で使われてない唯一ここだけみたいなちっちゃいネジになってますよね。これ意外と貴重品なんでなくさない方がいいですね。で、スイッチ取っちゃって、で、サーボも引っこ抜いて、はい、すっきりしましたね。僕結構この状態好きなんですけど、なんか WPL 系って、これがなんか、なんていうのかな、僕の中で一番好きなポイントなんですけど、このラダーフレーム構造。ちゃんとした実写の四駆みたいに、こう、ちゃんとフレームになってるじゃないですか。ラダーフレームって言うんですけど。これが可愛いですよね。これはいらないかな、正直。どう思います？一時期なかったのに、最初期の頃これ入ってたんですよ。WPL って。で、一時期なくなったんですけど、最近また入り始めて、僕は個人的には、だって実写ってこんなのないじゃないですか。ちょっと今度入れない方がいいよって言っといてみます。はい。で、もうフロントから行きますか。これがここですよね、もう。こういうことですよ。ここに、これが乗るだけ。で、これはどっちでもいいんですけど、この車体の場合。ただ、前と後ろは、あれですよ。当然、こうなるのか、こうなるのかで、回転方向が変わってきますので、それは取り付けるミッションによって変わってきますので、まあ、元通りの向きで付けとけば間違いないです。例えば、ノーマルのギアボックス使うよっていう方は、その自分が取り付けたい車体の元々のこのアクセルの玉がですね、左寄りなのか右寄りなのかっていうのがわかると思うので、それを見といて同じ方向で組めば、まあ大丈夫です。で、ギアボックス変わる場合は、それはちょっとそれに合わせて変えないといけないですけど、まあ大丈夫ですよね。なんかそうやってるとまた解説動画みたいになっちゃうんで、はい。すいません。このリトル RC タイムでは、どんどん進めちゃいます。で、この時に、これも他の動画で全然やってる内容なんですけど、ここに 2.5 ミリのドリルで、こうやって通しちゃうんですよね。そうすると、なんか、ここ、ネジの通りが悪くて、煩わしい時ないです。なんか、いちいち回さないとここ通せないみたいな。それここスカスカになるんで、作業が楽になります。もちろん、2.5 ミリのドリル持ってればのお話にはなっちゃうんですけど、一応参考までに。はい。で、下はこれですね。じゃあもう、この辺はただの作業風景になっちゃうんで、飛ばしちゃいますね。はい。着きました。こんな感じです。で、今回は、メタルアップグレードパーツセットについてる、こういうヘの字のリンケージ。これは使わないですね。C64 の場合は、もう、この純正でついてる、このまっすぐのリンケージ。こっちの方が似合うと思うんで、機能的には変わらないですけど、ちょっとこっちでいこうかなと。これ今見ていただいて、これがちょっとあんまり良くないですね。プラーンと落ちないですね、これ。ちょっとこれは動きが渋いっていうことになるので、こういう場合は、なんかこういうペンチで、こうギュッと握って、ギュッギュッと。こう握ってやると、これがですね、プラーンってならないですね、まだ。まただんだん解説動画みたいになってますでもなんか、せっかくだからと思っちゃうんですけど、もうちょっとこれ外しちゃいますね。もう外すのちょっと大変な時は、マイナスドライバーこう刺してちょっとこじってやれば、こんな感じで。そうすると取れますね。いや、なんか、あれなんですよ。こっちのリトル RC タイムの方では、こういう tips みたいなのをちょっとちょこちょこ挟みながら、こう、車をいじっていけるといいなってなんかちょっと思ってるんですよね。なんか、
商品とか、他のこの商品の解説動画ですとか、この商品の組み付けの動画ですっていうところで、そういうなんか余分な tips みたいなのを入れていくと、めちゃくちゃ長くなっちゃうんですよ。まあいつもなってますけど、でもこっちはなんかそっちをむしろそういうのをメインにしたいな、みたいな気持ちもありまして、こういう細かいのはちょっと掘り下げてやります。こう持つんですよね。で、ギュッギュッギュッ。今ちょっと力入れてるのが分かりづらいかもしれないですけど、こう1、2、3、4みたいな。そうすると、さっきまでプランってならなかったのが、こう、ただやりすぎると今度ガバガバになっちゃうんで、ちょっと加減は必要ですけど、これでまあスムーズに動く状態になったよねってことが言えると思います。はい、じゃあこれまた戻していきます。まあ、一旦適当に戻します、これは。場合によって調整が必要なんですけど、それはメカ類をつけてからじゃないとできないので、一旦適当に元に戻してしまいます。やばいな。今回の動画ちょっと長くなりそうですね。最初なんで許してください。この音聞こえます今鐘が鳴ってるんですけど。入ってるのかなあ、多分入ってますね。これね、動画撮って、これも真面目な動画の時は止めますからね。今4時半なんですけど、冬なんで、4時半に鐘が鳴るんですよ。良い子はお家に帰りましょうね、みたいな。長野県だから、地方だからですかね。都会だとこんな鐘は鳴らないのかな。はい、じゃあ、続きいきます。何やってましたっけ？あ、そうそう、ここプラプラにして、ここを戻しました。サーボホーンですね。これを適当に元に戻しましたの状態。で、そうそうそう、長くなりますねみたいな話してましたよね。ちょっと最初ですし、今回のクランケ、この C64 ですね。ちょっと元がバラバラすぎて、そこにメタルアップグレードパーツセットを組み込むっていうところからのスタートになるので、どうしてもちょっと長くなっちゃいますね。ご容赦ください。はい。で、フロントが、まあまあ、いいや。今回はこれでいいや。で、リンケージですね。この左右繋がないといけないんで、リンケージが必要になるじゃないですか。これはメタルアップグレードパーツセット組み込む場合は、メタルアップグレードパーツセットについてくる。これですね。これを使います。そうだ。これを使おう。これ、他の動画でも紹介しましたけど、100均に売ってる、まあ、100均ですけど、100円じゃなくて300円でしたっけ？ダイソーに売ってるペンチ。これ最近皆さんにおすすめしてます。これ使えるかなあ、こういうシーンでも全然使えますね。こういう時は、ここじゃないですよ。ここで掴むんじゃなくて、ここで掴んであげると、めちゃくちゃ力が入ります。力が入りやすいです。先っぽでつまむと、テコの原理で力がいるんですよね。先っぽを強く掴もうとすると。で、根元の方で掴んであげると、テコの原理が効いて、ここ支点じゃないですか。ここ作用点じゃないですか。ここ力点力点じゃないですか。わざわざそんな言い方するなよって感じですけど。はい。支点、力点、違う。支点、力点、作用点。合ってますよね。はい。なんで、ここが短くなりますよね。ここよりも。なので、テコの原理で、ちょっとつまんだだけでもうキューッとここ締まるんで、もう軽々回せますね。こういう時に。これよく滑っちゃうじゃないですか、こうやって。それが、こう、ちょっと、よくウッド社長とかこうやって苦労してやってるんですよ。とか言って、あーとか言って、ちょっと考えればいいのにと思うんですけどね。じゃあ、ただ、こう、力が強く働く分、傷は入りやすいですよ。こう、根元近くで持つんで、傷は入りやすい。で、それは、なんていうのかな。まあ、あんまりいないと思いますけど、どうせ走らせて傷だらけになるんで、傷が嫌だっていう方は、ちょっと気をつけてください。あんまり、この掴み方でギュッてやると、傷がつきやすいんで。喋りながらって全然取り付けられない。集中しても全然取り付けられない。はい。目の近くに持って作業したらできました。はい。これね、
やったことある方わかると思うんですけど、カメラの前で作業するって大変なんですよ、意外と。なんか、なんていうんですか、こう、顔に近づけて、今僕の顔この辺、この辺に僕顔あるんですけど、この辺に。こうやってやるとやりやすいですけど、顔離れた場所からこうやってやると、なんか作業ってしづらいじゃないですか。そんなことどうでもいいですね。はい。これ、一旦適当にこれぐらいの長さで作りました。で、今回は一旦教科書通り作ります。教科書通りなんで、下からですね。これまた上からつけるおしゃれな方法があるんですけど、それはですね、また今年の2月下旬ぐらいに放送予定です。はい。一旦教科書通りに下からつけます。こうですね。ここと、この位置に玉をつけてます。で、この時も、こうやってつけて、これですよ。プラーンっていかないですよ。で、ペンチで握って、そうすると、こうなるんで、これでスルスル動くようになりますね。やりすぎちゃダメですよ。で、反対側取り付けて、こっち側外すとまたこうなっちゃってるんで、こっちも同じように、プラプラになるまでじっくり握ると。ちょっと今すっぽ抜けましたけど。はい。これで、こっちもこんな感じですね。離したらプラーンみたいな。はい。これでスルスルに動くはずです。いい感じですね。で、この時に、ここは、まあ、一直線。普通は一直線でいいと思います。WPL なんで。競技車両は変わってきますけどね。はい。一直線じゃないですね。ちょっとこうなってますね。こうなってますね。ハの字に。わかります？この時はここを伸ばす。これさっきなんかここで掴むといいですよって言って今気づいたんですけど、このダイソーのペンチの場合はっていう話ですけど、ちょっと根元すぎると良くないですね。しっかり掴めない。こうやって。この辺がいいですね。なんていうのかな。ここはよれてるんで、ちょっと掴み加減が悪くなるんで。この曲がる手前のなるべく手前。何言ってるんですかね。曲がる手前のなるべく手前ってでも、そうなんですよ。これ上から来るとまっすぐ来て曲がってるじゃないですか。この曲がる手前のところに、ここは良くないですね。ここですね。はい。で、これをちょっと緩める。こっちも緩める。多分これぐらいでいいと思います。ただこういうのアライメント調整って言うんですけど、これ微調整ですよね。アライメント調整は、ちょっとめんどくさいって言っちゃいけないですね。めんどくさいんで、車体が一通り組み上がってから僕最後にやってますね。その方が、なんて言うんですか、落ち着いてできる落ち着いてできるじゃないですか。なんか、こういう組み立ててる真っ最中って落ち着いてできないですよね。落ち着けなくないですか？早く完成させたすぎて。なので、もう、大仕事が全部終わった最後の微調整っていうのは、僕は結構完成した後にやってるんですけど。なので、まあ、今ちょっとざっくり。まあでも大体まっすぐになってるんで、これで、あとここですよね。はい。まあ、これはメタラップグレードパーツセットの組み立て動画でわかる範囲の話にはなりますので、一応、こんな感じで、この辺ですね。組み付けてきました。じゃあ、これで、もうリアもできてるから、できてない。純正の、これですね。アクスルトラス。これを外してこっちにつけていきます。これ、特に初心者の方ですね。注意していただきたいのは、これ樹脂パーツじゃないですか。で、こっち金属製のパーツなんですけど、金属製のパーツで使うネジが変わってきますので、それはですね、もう今までいろんな動画ですごい何回もお伝えしてるんですけど、大事なんで、またこの動画でもお伝えします。こういうのスクリュービスって言うんですけど、目が粗いやつ。こうなんか、ちょっとギザギザしてるというか、目が粗いやつ。こうスクリュービスを樹脂では普通使うんですよ。でも、金属パーツの時は普通のビス。キメが細かいやつ。これは
金属っていうのは、金属のネジっていうのは一般的にですけどね。まあ、少なくともこのラジコンに関しては、ネジを打つ先、オスメスって言い方すると思うんですけど、メス側の方にネジ山が切ってありますので、それに合わせてこのきめの細かいネジをねじ込む。でも、樹脂はネジ山がないところに最初にこうスクリュービスっていうぐらいなんで、こうスクリューして、こうネジ山を一番最初にねじ込むときにネジ山を作ってしまうんですよ。何もないただの穴にネジ山を切り刻んでいくみたいな。それでちょっとネジの形違うんで、そのスクリュービスを金属にねじ込んでしまうと、もうどっちもぶっ壊れちゃうんで気をつけてください。ネジもネジ穴の方も壊れちゃうんで、それだけは本当に結構取り返しがつかない間違いになりますので、それは気をつけてください。まあ、子供の頃からラジコンとかそういう、なんていうんですかね、そういうものをいじってるような人は、一度は失敗してるというか、一度は通ってる道だと思うんですけど、金属のネジ山に樹脂用のネジを間違えてねじ込んでしまって、分かってても間違えちゃう時あったりするんですよ。特に子供の頃なんて、バカなんで僕の話ですけど、僕は子供の頃バカだったんで、なんか、金属のネジ穴に、スクリュービスをねじ込んじゃいけないって分かってても、もう興奮してるから作りたくて、作業を進めたくて、もう興奮してるから間違えちゃうんですよね。で、あーって言って、なんかもうネジ山潰れちゃって、このネジ穴使えないじゃんみたいな。どうですか？見てる方で、ちっちゃい頃からラジコンいじってる方、一度や二度はやってますよね。でも、今、大人の状態で初めてラジコン触り始めますよっていう方は、ぜひ間違えないように落ち着いて作業してください。はい、じゃあ、リアアクセル。もうこれも飛ばしちゃいます。つけちゃいます。もうこうですよね。こう。これで、こっちにアームがつくんで、こことここに。これで取り付けちゃいます。いや、しかし、あれだな。なんか本当は、今回この動画、撮る前、今回の動画、こういうので撮ろうって、最初になんかイメージするじゃないですか。で、もうこのメタルアップグレードパーツセットの取り付けは思いっきり飛ばしちゃおうと思ったんですけど、結局なんか喋ってる。もうわかります。今この動画結構長くなってますよね。でも、元々の予定では、今回のこの動画では、車体を完成させて、まず、形だけでも、タイヤが4つついてる状態。そこまで完成させて、この、ボディを乗っけた状態まで行きたいかったんですよ。行かせます。行くんですけど。なんでかっていうと、あれをやりたかったんですよ。こんな風にしたり、あんな風にしたり、どうしようかなっていう、一番楽しいやつ。今回この車のカスタムをどういう風にしていこうかみたいな、イメージ固めみたいな。それをやりたいんですよね。なので、ちょっとこっからがっつり飛ばしますか。もう先に説明だけしときますけど、飛ばしますね。ここ今、つきっぱなしになってた、これを、ここに戻して、あとこれ、前後パツパツパツってつけるだけなんで、ちょっとそこは飛ばしちゃいます。上と上、下と下をつけるだけなんで。はい。つきました。ここ全部パチパチ止めていくだけなんで大丈夫ですよね。ここのアームだけ、ちょっと慣れないと難しいかもしれないですけど、こっちの上と上をつなぎます。で、こっちの下と下をつなぎます。もう、そんだけなんで。僕、この状態も好きなんですけど。ミッションが乗ってなくて、フレームと足回りと、このショックアブソーバーだけ。この状態なんか、夢しかないですよね。なんか、もう、基本的なコンポーネンツはもうできましたと。
で、あと、ミッション乗せて、まあ、エンジンではないですけど、実写で言うとエンジンに当たるモーター乗せて、でも動くようになるじゃんみたいな、この状態。だけどなんかもう骨だけみたいな。かっこいいですよね。あ、やべ、これ、なんか子供の頃バカだったんでってさっき言ってましたけど、今もバカじゃん。これ今、結構面白い状態になってるの分かります？ベテラン勢の方も、ずっと前から気づいてるかもしれない。これ恥ずかしいっていう状態ですよね。わかります？これ、ここにデッキがついてるんで、そっちにリアつけちゃった。ちょっと直します。なんか、あまりにもパチパチつけやすいから、思いっきり間違えてましたね。しかもこれ、アームの向きもちょっとちゃうやん。すいません。リトル RC タイムだからって、気を緩めすぎてましたわ。やっぱり、油断すると良くないですね。ちょっと今、細かくは省きますけど、ちょっといろいろ間違えてました。リアの、ロアアームも、ちょっと、なんていうのかな。内外が間違ってました。走りますけどね、それでも。よいしょ。ダメですね。皆さんは賢い大人になってください。僕大人になっても、この作業、興奮して、間違えちゃう。早く形にしたいって思って。なんか、冷静に考えると、なんでそんな間違いしたのみたいなのを平気でしちゃうんですよね。皆さん気をつけてください。このアームおかしいわ。これこうだわ。本当にこれ簡単な間違いしてるだけなんで、何のことって思われてる方、大丈夫ですよね。ここがなんか今、さっき、こうなってたのを、こうしてただけなんですけど。はい、大丈夫ですよね。これまた喋って、たまに本当に嘘のような間違いで僕やるんですけど、今は大丈夫でしたよ。大丈夫でしたけど、今、アホみたいな間違いしてそれを直したじゃないですか。それ、もう一回間違えてつけるときあったりするんですよね。まあ本当に、自分で自分が嫌になりますわ、そういうときは。なんていうんですか、右と左間違えたっつって、右のやつ外して、左につけなきゃいけないのに、右のやつ外して、また右につけちゃったみたいな、たまにやるんですよ、僕。やりますよね、皆さんも。どうですか？とんでもない嘘みたいな間違い。なんかこういう、特にラジコンの組み立てみたいな作業よくやるんですよね、僕。なんか欠落してんのかな？はい、これで全部パチパチつきました。はい、OK。いやー、さっきは恥ずかしい状態でしたね。これでどこに出しても恥ずかしくないですわ。はい。じゃあ、ちょっと一旦休憩します。で、あれでしょ？こういう時にこうやってやればいいんでしょ？よし、休憩だ。いや。ちょっと疲れてきましたね。でも、リトル RC タイムなんで、気が楽です。普段のもうちょっとしっかりめの解説動画だと、あんまりこんなこと言えないですもんね。結構言ってましたっけ？いや、疲れましたわ。とか言って急に言えないですもんね。なんか、次、ここを取り付けますとか、続いてこちらはこうなりますとか言ってる時に、いや、疲れましたわ。ちょっとおかしいですもんね。はい。じゃあ、続きいきます。あとそう。この、リトル RC タイムやり始めて、まあ、この動画1個目ですけどね。今撮りながらすごいいいなと思ってるのが、さっき間違えたじゃないですか。この前後を。ああいう時も、テヘペロンみたいな感じでいけるのと、あと、今これミッション積んでないですよね。で、解説動画とかだったらもう、こう積んでから、次に行きましょうみたいに
やらないといけないと思うんですけど、今回僕が、もうこれ趣味ですよ。趣味の時間をただ公開してるだけなんでもうつけません。こんなのはね、後でいいんですよ。なんでかっていうと、今回一番大事なのは、これを形にして、一旦ですね。一旦もう車の形にして、で、後ろをどうするかとか、この、ルーフの上に何をどう乗っけようとか、なんかそこをやりたいんですよ。それが一番大事なんで、そういう時はですね、ミッションなんて積まなくていいんですよ。しかも今、ちょっとなんか明るさが変だったんで、これ多分ボディが黒いからですね、直しました。こんなのもね、真面目な動画の時は、ちょっと撮り直したりすることもありますからね。おーい、ピアノブラック、かっこいいですね。まあ、ちょっと今回、オリジナルカラーに塗っちゃおうとは思ってるんですけど、今のところ黒です。で、形になってちょっとテンション上がってきたよ。どうですかこれ。この状態。このなんか、WPL も、まあ、MN モデルもそうですけどね。このなんかリアルさがいいですよね。チープなんだけど、まあ、はっきり言って安いラジコンじゃないですか。なんですけど、こう作りが結構リアルなんで、こうなんか、いじってる途中の様がいいんですよね。わかりますこの、いじり中の様。例えば、この様。ここの様。こうなんか、完成してなくて全然作業途中なんですけど、なんか、この、これちょっとダサいことになってた。なんか、こういう状態の時でも、なんかリアルじゃないですか。構造がリアルだから。僕はですね、WPL の MN モデルもそうですけど、こういうところが大好きなんですよ。じゃあ、そうだ。今回、ちょっと迷ってるんですけど、このバンパー変えちゃおうかなと思うんですよね。だから、一旦ちょっとバンパー取ってみようかな。バンパーは、ちょっと、なんで迷ってるかというと、この C64 にウィンチつけたいなっていう方もいると思うんですよね。本当はそのバンパー変えずにウィンチ、せっかく、しかもこれ、ウィンチ内蔵する場所がついてるじゃないですか。だから、本当に迷いますね。この純正バンパーで、この隙間、ウィンチの紐が出る隙間、ここを活用して、で、こう、ウィンチをつけるっていうのをやった方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、ちょっと、リトル RC タイムなんで、やっぱり自分のやりたいようにやりますっていうのが大前提ではありますので、今回、ジャンク箱、新兵磯野から届いた、もういっぱいいろいろ入ってたんですけど、そのジャンク箱の中に、こんなものが入ってたんですよ。C541 のバンパー、ほら、やっぱこれをつけたいです。これをつけます。まあ、これをつけるってことは、これはこれで参考になる方もいるかもしれないですもんね。なので、やっぱりちょっとバンパー取ります。で、もし、この純正バンパーにウィンチをつけるのをまたやってよっていうご希望あれば、ちょっとコメントください。新兵磯野にやらせます。もしくは、オークンでもいいですけどね。それか、D カットにやらせてもいいですし、誰かにお任せしようかなと思うんで、もし、純正のバンパー装着状態の C64 にウィンチつけてくださいっていうのがあれば、ご希望あればですね、コメント欄からご希望ください。じゃあ、遠慮なく外しちゃいます。どうしよう。ライトも、ちょっとまだ、今の作業内容的に、ちょっと邪魔だなと思うので、ライトも外しちゃいますね。ライトは、ここに爪があるんで、これちょっと、爪を避ける方向に曲げながら外すと。こうですね。で、当然グリルは残したいですよね。グリルは残したいので、このネジを外してやれば、グリル、はい、これで、純正バンパー外せました。で、ここに戻す。で、この状態だと、どこだ？ここしかつけれないですね。ここか。
こっすね。ここの2本だけちょっと仮止めで止めておきます。はい。一応、ちょっと後ろは止まってないですけどね。まあ、でも、大丈夫そうですね。で、やっぱりタイヤはつけないと、どんな風になるかわかんないので、タイヤを何かつけます。で、こういう時に何が似合うかなってやっぱあるじゃないですか。これじゃあビフですもんね。ビフになっちゃうんで、まあ、かっこいいですけどね。ちょっとオーバーランド仕様なんで、どうしよう。これ正直 C64 って、標準のタイヤ、V1 ですよね。あれが一番似合っちゃってて、一番かっこいいんですよね。まあでも、ちょっと一旦標準的なサイズで、せっかくなんで、標準的なサイズだけど、C64 のノーマルとは違うタイヤで行ってみようかな。おしゃれすぎちゃうな。ちょっとシティな感じになっちゃうけど。まあいいや。一旦これちょっと仮でつけます。はい。おう。やっと形になった。あの状態から思い出してください。これですよ。この状態から、これですよ。おい。これよくありますよ、これ。おい。はい。じゃあ、テンション上がってきたんで、バンパーなしのままもかっこいい。まあでも、これじゃあれですもんね。これじゃあキャップアタックですもんね。トライアル的な。ほんとこれなんか、車作っててよくあるんですけど、ちょっと角度悪いな。はい、ちょっとカメラの角度変えました。なんか、車作っててよくあるんですけど、今回、オーバーランド仕様。なんか、目指すはこれなんですよ。今回目指すはこれなんですけど、これを目指して作ってる最中に、あるあるなんですけど、皆さんもありません？もう今かっこいいじゃんみたいになっちゃう瞬間があ、ありません？これ、ほら、これですよ。ここはあれじゃないか。差し込みじゃないか。ほら、かっこよくないですか？まあ、かっこよくないですかって聞かれてもあれですよね。こんなの、好みの問題なんで。いや、でも、ほら、この状態の何がかっこいいって、あれですよね。デパーチャーアングル。もう90、ほぼ90度やん、みたいな。90度ですね。まあ、参考にしてください。この C64 も、後ろ取っちゃったら、もうなんか、やる気、まあでも、やる気なる姿じゃないですかって今言おうとした瞬間に、ここの長さが笑えましたけどね。かわいいっすね。何これ。ちょっと今、僕、ここだけ見てて、かっこいいなと思ったんですけど、よく見たらここ長いじゃんっていうので、バランスが、なんとも可愛い状態。なんとも可愛い状態でちょっと笑っちゃったんですけど。まあでも、これはこれでかっこいいですね。フロントいいですね。このバンパーない。このやる気仕様。トライアルっぽい感じで。いやー、ちょっと話、あんまりにも逸れちゃったんで、戻しました。まあ、今回は、はい、ちょっと今、浮気心が出ましたけど、今回あくまでも、目標は、オーバーランド仕様なんで、ちょっと話を元に戻して、今回何がしたかったかというと、一番したかったのはもう今、ここからの状態です。ここで、こういうバンパーとかを当てがって、ほら、かっこいい。フロントはこんな風にして、こうですよね。これ、ポン付けはさすがにできないですよね。できないですね。これは、仮止めです。もうこれこうじゃないですか。こうじゃないですか。で、どうやってつけよう。
それじゃ無理か。もうちょっともう、ごめんなさいですね。これはもうこれでごめんなさいですね。はい。仮止め中の仮止めですけど、こんな感じですね。こういうこと。テープを隠してついてるみたいな。はい。いや、オーバーランドですね。ちょっと車高が高すぎるか。むしろ。もうちょっと落としたい。まあ、荷物満載したらちょっと落ちるんで、大丈夫かな。うん。もうちょっと、これちょっとやっぱ、タイヤがマッスルすぎますね。オーバーランド的には。で、磯のボックスにこれも入ってたんですよ。これ、C54 ですね、これも。C54 のルーフラック。ちょっとメタルで、ちょっといいやつですけどね、これ。これが、ほら、こういうことですよ。この辺にこうやって。もう旅に出る感が、もうこれで一気に出ますよね。そう、僕は最初の方に言ってたのは、この時間なんですよ。こういう、なんか、バンパーをここにこんなのつけたらどうなるかなとか、ルーフラックをこうちょっと当てがってみて、これにつけたら似合うかなとか、で、ここにトラックの荷台スペース作るんだよなとか、こういうカスタムの計画をする時間って楽しくないですか？それを最初の、この動画の最初のところで言ってたやつ、これのことなんですけど、ちなみに、MN82S の荷台、まあこれさすがに長すぎますけど、ちょっと当てがってみるとどうなるかっていうと、かっこいいですね。だこれがこういうことですね。こんな感じですよね。いやー、移植してもいいぐらいですけど、それだとなんかあれですもんね。ちょっとずるいと思うんで、そうですね。作りましょう。ちょっと違う感じで。でもこれがこうなって、ここはない。ここまでだとしてですよ。ここまでだとして、ここはないものとして、で、これがこうですよ。こうですよ。ほら、かっこいい。やっぱりこの方向性ですね。いや、長かった、今回。すいません。長くなっちゃって。今のがやりたかっただけなんですけど、まあ、さすがにちょっと足回りから全部やったんで、時間かかっちゃいましたね。はい。じゃあ今回の動画はこの辺までにします。で、ずっと忘れてた。これ最初は所々で登場させようと思ってたんですけど、全然登場しなかったこのブラザーズ。ちょっと最後ぐらい登場させたいな。これで、こうして、こんな感じですかね。で、これで、よし、取れた。じゃあ、このリトル RC タイムはですね、ちょっとこんな感じで、もう本当に勝手気ままにって感じで、やっていきますので、ちょっとそのつもりでお願いしますっていうのもなんか、どっから言ってんだよって感じになるかもしれないですけど、まあ、少しでもねですね、参考になるようなところがあればと思って、普段だったら、動画外でもうカスタムやっちゃうみたいなところをですね、まあ、せっかくならっていうので、動画にしていこうという、コーナーみたいな感じになりますので、よろしくお願いします。では今回もご視聴いただいてありがとうございました。